ドッスンメディコムトイズマフェックスターミネーター2ジャッジメントデイよりエンドスケルトンの紹介になります。パッケージ正面この12分の1スケールになるんですけども、このスケールでのエンドスケルトンってあんま見ないような気がするんですけども、これ T2 のオープニングかな、冒頭でしょうかね。よし、では開けていきましょう。デデンデンデデンデデンデンデデンデデンデンデデンデレレレレレテレレレレレテレレレレレテレカカンカンカカン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 。ではまず比較からいくんですけども、この両サイドにあるのは同シリーズマフェックスのこちらがターミネーター1の時の T800 で、こちらがターミネーター2の時の T800 ですね。こうやって並べますと同シリーズだけあってスケールが完璧ですね。まさに骨格という感じがして素晴らしいですね。でフィギュア自体もね細いんですけれども、こうやって取り出して手に取ってみると密度があるので物足りなさは感じません。頭部の方なんですけども、これが完全再現なのかは僕はそこまで詳しくないので分かりませんけども、見える範囲だけで言えば恐ろしく細かく作り込まれていますね。このサイズでよくここまで作り込めたなというレベルだと思いますよ。頭頂部の部分とかしっかりモールド彫られていて、で目の部分、瞳に当たるこの赤い塗装もズレとかなくてしっかり前を向いた感じに塗装されていて、ここ結構ズレがちですよね。でカラーリングなんですけども、劇中だともっとピカピカした感じだったと思うんですけども、このフィギュアに関しましてはくすんだガンメタリックになっていて、個人的にはねこっちのが好みですね。戦場映えします。いやー素晴らしいですね。めちゃくちゃよくできています。胴体の方も再現度はいかほどかって感じなんですけども、細かく作られていますね。これもしかしたら完全再現されているのかな。それぐらいの出来の良さなんですよ。上半身に比べ下半身はデザイン的に造形がおとなしめかなとは思うんですけども、しっかり作られていますね。この太ももの裏のシリンダー関係、この造形がたまらないですね。エンドスケルトンで個人的に一番好きなのがこのかかとで、劇中でもちょこちょこ映っていて結構印象に残っている。可動範囲いこうと思うんですけども、フィギュアの構造上動くには動くんですけども、干渉する箇所が非常に多くて、無理に動かそうとするとその干渉箇所が外れたりもしくは破損する可能性があるので、ゆっくりやった方がいい。なんならもう動かさない方がいいっていうレベルだと思いますね。まずは頭部、頭の付け根と首の付け根でそれぞれつながっていて、それを踏まえて上はこれねもっといけると思うんですけども、見えますかね。この耳の部分、下の部分にあたるこのパイプ、ここが胸とつながっているんですけども、無理に動かそうとするとこれパイプ軟質素材なんですけどもプチッとちぎれそうになるんですよね。でうつむきはここまでできて、ぐるりと一周はできませんね。このパイプが干渉して、これも無理にやるとブチッといきそうですね。でこのように傾きは取れると。肩および腕の可動はこの部分でボールジョイントでつながっていて、こんな風に動きます。で肩からここにパイプが伸びているんですけども、ここねこんな風に外れます。多分破損防止でしょうね。これは嬉しいですね。それを踏まえて横へはここまでいけて、でボールジョイントなんでぐるりと一周回れますね。でその時にねつながっていると先ほどのパイプがプチってちぎれるのを防止で、このようにもう外れるようになっているんですね。それを踏まえるとこのようにぐるりと一周できますね。で二の腕バイセップスがあって、肘がここまでで、手首ボールジョイントですね。このような接続でぐるりと回って角度つけれると。胴体の方はまずここがこのように稼働しまして、接続箇所はこことここそれぞれ2つで、それを踏まえまして後ろへはここまでいけて
前はここまでいけて、でひねり加えることできて、その時このシリンダーが機能するんですけども、これねひねりすぎてしまうとこのシリンダー多分外れるので、そこ注意が必要ですね。これ一回外れるとつけるの難儀しそうですね。下半身の可動なんですけども、はっきり言って動かさない方がいい、そのレベルでしたね。その理由がですね、まずこのシリンダー部分、ここなんですけども、そこに注目していただいて、前へ動かすとこんな風にシリンダー機能しましたよね。前はもうここまでかな。で後ろへ行く時もちょっと注目していただいて、シリンダー動くんですけども、もうねこれ以降行くとこのシリンダーがポコって外れるんですね。この外れた後つけるのが結構苦労したので、これ注意が必要で、細いのでもう折れますね、下手すれば。で股割りもねこんな風にできるんですけども、テンションかかってしまって、これも非常に怖い。でシリンダーのこの部分がボールジョイントなんで、若干力は逃げると思うんですけども、それでも非常に脆い。ここはめちゃくちゃ注意が必要。足の付け根はボールジョイントでこれぐらいの可動があって、膝がここまでいけて、足首ボールジョイントでこのように回って角度つけれて、つま先も動くと。マフェックスに関しましては関節部分の緩さ、そして脆さがね懸念されると思うんですけども、このエンドスケルトンに関しましてはこのボールジョイントの部分、むしろ硬い方で緩さはなかったですね。このね構造上の脆さっていうのはこのマフェックスに限らずネカとかもそうだったんで、これは仕方のないことだと思うんですけども、で一箇所ね足首、これは僕が外れを引いたのかな。ここねグッと押し込んでもね僕のはつきません。カチッとグッとつけてもつきません。これは多分外れだと思うんですけども、この辺もねちょっと改善していただきたいかな。付属パーツいきましょう。まずはプラズマライフルが2丁で、塗装が綺麗で、フィギュア本体同様ウェザリングのような塗装で、質感が非常にリアル。手首パーツは4種類が左右分。サイズ比較、フィギュアツ仮面ライダー真骨頂新1号とマーベルレジェンドアイアンスパイダーマンコミックバージョン。はい、終わります。今回もありがとう。バイビー。